世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は韓国プサンにあるプサン現代美術館に行ってきます。お久しぶりです。今回は韓国プサンのスヨン区からスタートです。今日はもう夕方の6時なので、現代アート巡りは明日から行ってこようと思います。なので今日はプサンで気になっていたコーヒーロースターに行ってきます。本日の目的地、この建物の2階にあるヒュッテコーヒーロースターに到着です。建物の階段を登っていきます。手書きのデザインがめっちゃ可愛いんです。英語のメニューをいただきました。コーヒーの種類も入れ方もたくさんあります。席でゆっくり見て決まったら紙に書いて渡すスタイルだったので、ゆっくり選ぶことができました。店内はなんだかジブリのような雰囲気でおしゃれな空間が広がっています。コーヒーバッグやグッズも並んでいました。カウンター席に移動して目の前でコーヒーを入れていただきました。入れている間はコーヒーについて教えてくださったり、日本に旅行に行った話などをしてくださり、とてもフレンドリーな店員さんでした。わー、Thank you。今日はフィルターコーヒーを注文しました。同じコーヒーなのにマグカップの形で口当たりや鼻に抜ける香りが全然違くてとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。コーヒーを飲み終えたのでちょっと外を散歩します。ヒュッテコーヒーロースターをすぐ出たところはビーチが広がってました。ここはプサンを代表するクアンリビーチです。ちょうど日が沈む直前の時間帯です。夕焼けがとっても美しい。夏は多くの観光客で賑わうみたいです。おはようございます。今日はホテルの近くにあるチェジュガからスタートです。プサンの朝ごはんといえばアワビがゆ。店内は7席くらい。トイレも一応2階にありました。無料の前菜、なんと7種類。これ、おかわりもできました。韓国ではファンチャンと呼んでるみたいです。アワビがゆが出来上がりました。値段は日本円で約1200円。アワビの肝を一緒に煮込んでいるため、こんな色になるみたいです。朝ごはんをしっかり食べ終えたので、これから美術館に向かいます。ホテル最寄りの駅、南浦駅からハダン駅に向かいます。今回向かう美術館は街から少し離れた場所にあるので、ハダン駅でバスに乗り換えです。南浦駅から9駅、約20分で到着します。運賃は日本円で190円でした。電車で約20分、ハダン駅に到着です。これからバスで美術館に向かいたいと思います。ハダン駅周辺は大きなショッピングモールやレストラン、ホテルなど結構便利そうな場所です。ハダン駅目の前にあるバス乗り場に到着です。路線はたくさんありますが、どの路線でもだいたい美術館には行けそうです。バスで約3分、プサン現代美術館に到着しました。バス代は日本円で約160円でした。バスを降りたら目の前が美術館です。この建物、遠くから見たら不思議なデザインの外壁だと思いましたが、近くで見たら植物で覆われていました。コンクリートと自然の融合で、都市と自然の間を取った不思議な作りの美術館です。中に入るとインフォメーションとショップがありました。ショップは後で見に行きたいと思います。インフォメーションにチケットを買いに行ったのですが、なんとこの日は無料の日だったみたいです。なのでパンフレットだけいただきました。展示は地下1階にあるみたいです。エレベーターもありました。地下に降りるとなんだか楽しそうな空間が広がっています。ここは図書館みたいです。こんなワクワクする図書館があれば、お子さんは本を読むのが楽しくなりそうですね。企画展サイとユニコーンは昔話や民話が描いてきた世界の秩序を現代の感性から見つめ直す展示会です。そしてみんな幸せに暮らしましたという結末は物語に安心や解決をもたらしてきました。しかし現実はそのように明快な結末を迎えることは少なく、何が真実なのかという問いも答えの出ないまま残されています。本展はそうした物語と現実の間にある隔たりから出発します。参加作家は7名、それぞれが異なる文化圏の物語をもとに、多様な視点や表現によって再解釈した作品を発表します。異なる物語や表現は一
一つの結論に収束することなく、緩やかにつながりながら展示会全体を形作ります。子供には想像する楽しさを、大人には見慣れた物語を新たな視点で見つめ直す機会をもたらす本展。展示を後にした後も心に残った物語は日常の中で新たな形となって続いていく、そんな企画展です。では早速一人目のアーティストです。日本出身のアーティスト、深野彩香さんです。深野彩香さんの作品はイラストレーションとテキストを組み合わせた表現を軸に展示会での発表やブランドとのコラボレーションなど幅広く活動しています。本シリーズは日本の昔話、一寸法師を出発点とし、P という言葉から始まる16の場面によって構成されています。一寸法師は子供に恵まれなかった夫婦の願いから生まれた小さな英雄の物語として広く知られています。法案を船に都へ向かった一寸法師はやがて鬼にさらわれた姫を救い出します。もし指ほどの大きさしかない英雄が広い世界へ冒険に出かけたら何が起こるでしょうか。一本の橋は輝く剣となり、法案は小さな船へと姿を変えます。そんな小さな英雄が広大な世界へ旅立った時、どのような出来事が待ち受けるのでしょうか。考えさせられる展示会です。次のアーティストはインドネシア出身のチュマーディさんの展示、あなたが川なら私はカヌーです。ジャワの影絵師ワヤンクリで語り継がれるラーマヤナを題材に、絵画、インスタレーション、パフォーマンスを通して身振りや音、移り変わる場面によって物語がどのように紡がれるかを探求しています。ラーマヤナは遥か昔から語り継がれてきた冒険の物語です。多くの国々へ伝わる中で演劇や語りによって何度も新たな姿へ生まれ変わってきました。チュマーディはこの物語をインドネシアの影絵芝居ワヤンクリを通して出会いました。川を渡り、森を抜け、友を救うために旅を続ける。その物語は、このギャラリーの中で再び息を吹き返します。次の展示は、スペインのアーティスト、マゴスさんの作品です。マゴスさんはシンプルな形だけで深い意味を作ることで世界的に知られている作家です。一見すると子供の絵本のようにミニマルですが、穴が別世界への入り口になったり、人の顔が風景になったり、身近なモチーフを組み合わせて現実と幻想の境界を曖昧にしています。言葉で説明するより見る人が自由に意味を考えることができるのがこの作品の面白さです。カラフルで可愛い見た目なのにどこか不穏で哲学的、シンプルなのに頭の中にずっと残る作品です。次の作品はチャンジャク・コンドンチェ A というプサンを拠点に活動している絵本作家たちのアーティスト集団の作品です。彼らは韓国の昔話、うさぎ伝を現代風に再解釈した作品を展示しています。元々の物語では欲しいものを手に入れるために争うという話ですが、彼らの作品ではその価値観自体が問い直され、何かを奪い合わなくてもいい、流れに身を任せて生きるという考え方を伝えています。この作品に明確な結末はありません。だからこそ自分自身の価値観を重ねながら見ることができる作品になっています。次の作品はハンガリー出身のアーティストバリント・ザコーさんの作品です。絵本の中に入ったような雰囲気で花や動物のモチーフが特徴ですが、よく見るとどこか不思議で不安定な空気を感じます。今回の展示では観客自身がイメージを組み合わせながら物語を想像していく体験型の作品になっています。可愛い世界にも見えるし、少し不気味な世界にも見える。見る人によって物語の意味が変わっていく、答えのない絵本のような作品です。次のアーティストは、チュ・ミリムさんの展示、ヘンゼルとグレーテル、クッキーのかけらをたどってです。デジタル画面の最小単位であるピクセルと衛星画面から得られる俯瞰的な視点をもとに作品を制作しています。ヘンゼルとグレーテルは森に置き去りにされた兄弟が家へ帰るためにパンくずを道しるべとして残すものの、その後が消えてしまい道に迷い、やがてお菓子の家へたどり着く物語です。チュ・ミリムはこの物語のパンくずを私たちが日々意識せずに残しているデジタル上の痕跡、クッキーやシステムに自動保存されるキャッシュ画像などへと置き換えました。もし
森で迷わないためにパンくずを落として歩いていたらどうなるでしょうか。ヘンゼルとグレーテルでは、兄弟は家へ帰る道しるべとしてパンくずを巻きます。しかし、そのパンくずは鳥に食べられ、道しるべは消えてしまいます。ジュ・ミリムさんはこの物語を現代のデジタル社会へと結びつけます。私たちがインターネット上に残す小さな痕跡もまた目には見えない道筋となっているのです。次のアーティストはイ・ジョンユンさんの展示バリとムーニーです。本展では韓国の民はバリ姫のモチーフを空間の場面へと展開し、それらの場面を一冊の本へと凝縮しています。これにより美術館での体験が異なる時間の流れの中で続いていくようにしています。バリ姫は韓国のムーダンが儀式で語り継ぐ歌であり、死者をあの世へ導く儀礼の中心をなす物語です。もし捨てられた王女がもう一度旅に出るとしたら何が起こるでしょうか。韓国の民はバリ姫は生まれてすぐ捨てられた娘が長い旅に出て命の水を持ち帰る物語です。イ・ジョンユンさんはこの物語を展示会の場面の一冊の本を通して展示しています。バリの旅は旅立ちと帰還という道筋に沿ってなお続いていきます。作品を見終えたので美術館のショップにやってきました。白を基調とした静かなショップが広がっています。釜山現代美術館限定のアイテムやノートや小さな雑貨が丁寧にディスプレイされています。どのアイテムもセンスがあって全部欲しくなります。派手なお土産屋さんというより小さなギャラリーの延長のような空間でした。釜山現代美術館目の前のバス停から波南駅に戻っています。美術館はだいたい3時間ぐらい楽しみました。大満足です。波南駅に戻ってきました。これからお昼ご飯を食べに行きたいと思います。釜山駅が見えてきました。かなり大きい駅ですね。ここから電車でソウルまで行けるみたいです。この釜山駅を抜けた先にあるお店に向かいます。釜山駅から歩いて5分。今日はテジクッパを食べに来ました。少し遅めのランチ時ですが、たくさんの人で賑わっています。タイミングが良く5分ほどで中に入れました。届きました。一度は食べたかったテジクッパ。優しいスープの味が空腹に染み渡りました。無料のパンちゃんのキムチやニラとの相性も抜群で、エンドレスで食べられそうなぐらい美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の美術館は、どこもかしこもスクリーンだらけ、体験型の現代美術館、ミュージアム1に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。